皆さんこんにちは。レッツハドルのヒデボーです。いや、この間ね、フィフスダウンチャレンジさんといろいろお話をしていて思ったんですけど、面白要素みたいな、クスッとくるような、面白要素ってなんか、大事やなと思って、アメフトを見る上でですね、そこがあれば、いろんな人が楽しめるというか、僕たちも楽しめるし、皆さんも楽しめるんじゃないかっていうようなところがあるんやなっていうのを、フィフチャレさんといろいろ話してて気づいてですね、モノスキンさんも藤谷さんもなんか NFL 見ながらネタ探しみたいなところもちょっとあるんですよね。なんかそういうで笑えるようなポイントの話を動画でしたらそっちを編集の時に優先して入れるようにしてるって話聞いてさすがだなというところで思ったので、ちょっとなんか僕も X リーグの面白ポイントとかなんか気になったところとかを上げたらいいかなと思ってちょっと紹介していきたいなと思います。今日はじゃあ早速そんなところで気になったことがあったのでこちらご覧ください。こちらですね、朝日飲料チャレンジャーズのロバート・ジョンソン選手とギャレット・サフロン選手のインタビューの動画が X リーグの公式 YouTube で上がってたんですけど、その様子がこんな感じなんですよね。なんか他のちょっと選手とかコーチのインタビューのやつぜひ見てほしいんですけど、そことこれを比較するとですね、めちゃくちゃポップなんですよね。なんかこのお二人のインタビューって。で、もちろん真面目な話もしてるんですけど、最後はなんかこんな感じで、ファンの皆さんにメッセージをっていう時にピースしたりとか、バイバイみたいな感じとかをですね、すごく出して、なんか見ていてほっこりしたんですけど、なんかそんな、愛嬌たっぷりのお二人の映像っていうところもちろんなんですけど、今横で映ってるね通訳の方にも注目ですね。通訳の方がめちゃくちゃ目立ってこうやって一緒に手を振るみたいなシーンってあんまり他のスポーツでもないんじゃないかなと思って、これめっちゃおもろかったなっていうふうに思うんですけど、あとねこれギャレット選手のインタビュー動画最後まで見てもらったといいと思うんですけど、ギャレット選手の方がさっきはけていっちゃうんですよね。割と早い段階ではけていっちゃって、最後はこの通訳の方が手を振るっていう一番目立つ通訳っていうようなところがちょっと見どころだったんですけど、もう一つちょっとこれ話しどころがあって、今通訳の方って言ってたんですけど、実は、この方もですね、アメフト選手だった方でですね、現在朝日飲料チャレンジャーズでプロジェクトマネージャーをされている川口洋生さんですね。もともと2020年度までは朝日飲料でワイドレシーバーとしてプレーされていて、実は身長も193センチあってですね、僕大好きな選手だったんですよね。結構身長も高くて目立つので、川口選手投げてみたいなのを結構見ながら出てたんですけど、そんな川口さんが今は選手としては引退をされて、朝日飲料のプロジェクトマネージャーとしていろんなことをですねプロデュースされていて、例えば朝日飲料のチームソングっていうのができたんですけど、それも川口さんがプロジェクトマネージャーとして関わったりとか、あとは尼崎市と、包括連携協定みたいなことを、朝日飲料チャレンジャーとして結んだんですけど、それも川口さんが動いてということで、まだ26歳ですかねという若さでかなり、いろんなプロジェクト朝日飲料をこのチームとしてですね、試合以外のところにも盛り上げていこうということで、ご活躍されている方なので、もう目立って正解なんですよ。ここで目立っていいんですよっていうところで、ギャレット選手もね、この表情いいですよね。そんな川口選手の仲の良さも伺えるような、この映像も、X 公式の YouTube チャンネルでぜひご覧ください。公式の YouTube チャンネルの方では、動画の方で試合のハイライトとか、選手インタビュー、それから、プレイヤーオブザウィークみたいなことも紹介されているのでぜひご覧ください。今日も試合結果を振り返っていこうと思うんですが、ウィーク5なんですけど X1 エリアはウィーク5がちょっと2週間にまたにかけてというところであったので、まずは11月23日24日この2日間に行われた4試合を、振り返っていこうと思います。まず決勝イーグルス対ブルーズフットボールクラブの試合は14対13ということですごい接戦になって警視庁が、なんとか勝ったという試合だったんですけど、ブルーズはですね最後決勝フィールドゴール決めるチャンスあったんですよね。残り0秒で、39ヤードのフィールドゴール決まっていれば勝ってたというところでバーに当たって外れてというところで、ちょっと正直あえて申し上げると勝てた試合だった、っていうところでめちゃくちゃ悔しいなっていうところだと思います。本当に競った試合で、拮抗したところでですね、ブルーズがですね丁寧な試合運びを、してですね、決勝のオフェンスの時間を奪ったりとか、ディフェンスの方でもですね、
相手の乱攻撃でね、得意の警視庁の乱攻撃を完全に、封じていってですね、っていうところで、こういった試合結果になったんですけど、それでも最後、警視庁は最後タッチダウンを取って14対13にして、最後フィールドゴールレンジまで進まれたっていうことはあったんですけど、なんとか勝ったっていうところで、なんか今シーズンの警視庁の勢いが、なんとかここに今つながったみたいなところになったのかなというところで思っています。なんとかね、ブルーズ1勝みたいですけどね。でそして、続いてアサヒビールシルバースター対名古屋サイクロンの名古屋決戦ですよね。は、最終的に30対0ということで、アサヒビールシルバースターが勝利して、なんと X1 スーパー昇格を決めました。ビールの皆さんおめでとうございます。本当にですね、この試合もですね、名古屋のディフェンスが強くて、序盤は結構苦しんだところもあったんですけど、それでも、クォーターバック、田中選手、安藤選手からの、パス攻撃、そして乱攻撃ですね。残念ながらちょっと、元名古屋の河村選手は早い段階でちょっと怪我をしてですね、退場という形にはなってしまったんですけど、他のランニングバック陣が活躍をしてですね、しっかり得点を積み上げていったというところだったと思います。一方、名古屋の方はですね、本当にディフェンスも良くて、オフェンスもタレント力があるというところなんですけど、やっぱり今クォーターバックがいないんですよね。エースクォーターバックの神谷選手が不在の中、ほぼワイルドキャットみたいなランニングバックとレシーバーがクォーターバックの位置に入ってプレーせざるを得ないというところの苦しさが、出てしまったなというところで、ちょっとオフェンスちょっと今のままではなかなか勝つっていうところが大変だなというところでは思うんですけど、ちょっと戦力的にはねどんどん上がってきているところもありますし、ディフェンスの強さがまた増してきてるかなというところでは、思うので、来シーズンはちょっと期待をしていきたいんですけど、まずは、ちょっと、一勝を挙げて降格しないためにですね、あるいはもし入れ替え戦に進んでしまっても、負けないようにというところで、今シーズンの残り1試合もしくは2試合というところの再建が急務というところになってきます。続いて朝日寮クラブチャレンジャーズ対ディアーズフットボールクラブの試合は43対25で朝日寮クラブチャレンジャーズが勝利して、こちらもなんと、朝日寮ツワンスーパー昇格が決まりました。おめでとうございます。というところで、もうこの試合もですね、すごい面白い競った展開だったんですよね。前半のところに朝日寮が点入れましたってなると、次ディアーズが点入れて、朝日寮が点入れて、ディアーズが点入れて、朝日寮、これが4回ぐらいですかね、ずっと繰り返されて、一時ですね、第3クォーター冒頭にはディアーズが25対24で、リードをしたという場面もあったんですけど、ディアーズはね、その得点に絡んだのがほとんど、ロングパスとか、ビッグプレーっていうところが大きかったんですよね。一方の朝日寮の方はどちらかというと着実に、プレーを重ねていったというところで、ロングパスとかに頼らずしてですね、ランとミドルへのパスっていうところで、ドライブをしていってですね、点を上げていったっていうところで、結局そこが後半ディアーズの方は、パスがちょっと続かなくなってしまって、ランが出なくなったというようなところがあって、一方の朝日寮はロングパス決まらなかったもミドルが決まって、そしてラン攻撃ですね、オフェンスライン陣を中心としてしっかりしたラン攻撃が進んでいったというようなあたりが朝日寮の勝利の要因だったと思います。ネクストハードルで注目した通り、予想通りというか、2番手3番手のワイドレシーバー亀山選手、阿部選手といった関学コンビっていうあたりとか、あるいはランニングバックに辰巳選手、山田選手、手塚選手というような、バックス陣の2番手3番手がどんどん活躍をしていってっていうところが勝利の要因になってきましたし、あとはオフェンスラインですね。ディアーズのディフェンスライン相手に第3クォーター以降はですね、かなりいい働きを見せて、結果終わってみれば大差がついたなというようなところでした。ディアーズはちょっと昇格争いに対してかなり厳しくなってはしまったんですが、次節勝てばちょっと他の試合次第でっていうところの可能性を残すので、なんとかっていうところだと思います。イコール1福岡サンズ対富士フィルムミネルヴァ AFC の試合は20対9でイコール1が勝利をしました。この試合もですね、富士フィルムが一時6対3と、タッチダウンを取ってリードをするような展開もあったんですけど、それ以降は福岡サンズがですね、粘り強いディフェンス、とですね、オフェンスのキープレイヤーの活躍というところで勝利をもぎ取ったというところだったと思います。
なかなかね、サンズの方も、今まで通りいかなかったところがあってですね、オフェンスが、パスがなかなか決まらないシーンが多かったりとかっていうところで、あったんですけど、なんとかディフェンスライン陣中心にプレッシャーをかけて、そしてディフェンスバックもアグレッシブにパスカットに行ってっていうところで、オフェンスにつないでですね、で、オフェンスが、伊藤隆人選手、ドニー・キング選手、岩永祐希選手、あたりがですね、コンスタントに、ビッグプレーを見せて、着実につなげていった。もう、それとですね、副代表の、小林選手がようやく今シーズン初キャッチをゲットしたというところで、このあたりと、あとは、ワイドレシーバー、菱岡選手ですね、30ヤードの、パスをキャッチしてというようなところがあったりというところで、やっぱりプレーメーカーというか、試合の流れを変えれる選手がこれだけたくさんいるっていうのは大きいのかなというところで思いました。富士フィルムの方はですね、オフェンス結構、得点を重ねていってドライブもしたりとかもあるんですけど、最後の、敵陣に入ってからの得点力というところが、まだ課題が、結構残るのかなというところで、このあたりが精度が上がっていけばですね、本当に、ボタンの掛け違いみたいなもんで一つ二つ点につながるところがあれば、もう少し脅威となって、相手チームの脅威となってくるのかなというところで思いました。ディフェンスの方はかなり粘ったというところでは思うんですけれども、戦術的にですね、いろいろ工夫を考えてこられていたのが、見えてですね、面白かったんですけど、1本、2本及ばずというところだったと思います。次節ちょっと警視庁との試合は楽しみですね。ところで、ウィーク5のですね、半分というか、終わってきたところでですね、現在の、順位表というところで見ていきたいと思います。現時点でちょっと成績というところで見てもらえたらと思います。アサヒ飲料とアサヒビールがついに昇格を決めたというところで、2019年シーズンね、悔しい思いをした2チームの姿を見てきたので、ここで昇格決まったというのは、非常に嬉しいですね。そして混沌としてきた2枠目、3枠目争いですよね。イコール1福岡さんと電磁気上がりティラーズを再三申し上げている通り、最終節が直接対決なので、これ次第ということになってくるんじゃないかなというところで思いますし、警視庁にとっては次節富士フィルム戦で勝てるのかっていうのは大きくこの後影響してくるのかなというところですね。で、ディアーズも最終節勝てば希望は残るんですけど、上のイコール1、電通、警視庁の結果次第というところになってくるので、ちょっと厳しくはなってきているというようなところかなと思います。一方で、ペンタゴシャパレッツ以下のところで言うと、降格してしまわないための、戦いですよね。下から3番手以内になってしまうと X2 の入れ替え戦に入るので、ここも、ブルズアイとアズワンの、直接対決があったりとか、まだまだちょっと注目のゲームが続いてくるので、急にですね、エリアの方は玉突きみたいな形でここの、順位がですね、入れ替わってくることもあり得るので、残り1試合、2試合というところを注目していきたいと思います。どのチームが昇格をするのでしょうか。ネクストハードルというところで、ウィーク5がですね、まだ半分残っているというところになります。このうち警視庁と富士フィルムの試合はウィーク1の振り替え試合になっています。おそらく警視庁さんが、オリパラの、警備の兼ね合いでですね、後ろ倒しに手がなったのかなというふうには思うんですけど、横浜スタジアムの方で11月7日に3試合重要なゲームが、予定されているというところですね。割とどの試合もなんか接戦になるんじゃないかなというような気がしているので、ここ注目ですね。そしてウィーク6ですね。これはまた、次のネクスハードルとかでたっぷり語ろうと思いますが、この試合で昇格決まってくるということもありますし、アサヒ飲料とアサヒビールの試合は両方昇格決まってますけど、もうエリアを全勝で勝ってスーパーに上がりましたって、この今の方式で言えるっていうのは、この2チームしかもうチャンスがですね、ないので、消化試合にはもうならないんじゃないかなと。全力をぶつけ合うんじゃないかなと思うので、この試合も楽しみですし、他もですね、勝敗の勝ち星の数とかだけじゃなくて、割となんか、これも接戦になるんじゃないかなみたいな試合多いので、最後まで注目をしていきたいと思います。はい、というところで、もう1試合2試合というところにはなってきたので、どうなるのかなと、最後どうなってくるのかと、もう読めない、戦いが見られるというところもありますし、横浜スタジアムとか、博多での試合とか、
シーズン終盤になってようやくなんかこの場所での試合見れるのかということも迫ってきているので、最後まで試合の方楽しめたらと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。